卓球王国中国をフォアの下がって打ち返す、つないでいる、ミラーパンチャーをつなぐ3大会連続のメダルは見事な銀メダル。こんにちは、ドロです。皆さんは投資に興味はありますか？興味があったらどこから投資をしたいですか？このチャンネルでは中高年、初心者を対象とした世界の株価指数、それからコモディティ商品、金とか銀とか農業商品ですね。たまにビットコインなどの仮想通貨も取り扱って、いろんな銘柄を安く楽しく投資をして皆さんと一緒に学べるチャンネルということで目指してます。概要欄の方にチャート名、それから証券会社貼ってありますので、また参考にしてください。銘柄、それから操作方法のリクエストとかコメント欄があると嬉しいです。またこのチャンネル共感したい、応援したいよっていう方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さて、今日のタイトルですけども、背景がイスタンブールっていうところです。ご存知ですかね？今日のタイトルはトルコになります。建築物がとにかく素晴らしいですよね。トルコも観光でぜひ行ってみたいなと。今回オリンピック企画ということでトルコの選手も紹介するんですけども、特にトルコの経済というかトルコリラっていうのを聞いたことありますか？トルコの貨幣なんですけども、この直近で結構通貨危機というのもありまして、やっぱり経済と連動しててかなりちょっと調子が良くない。トルコの ETF を踏まえてチャート分析もしていきたいと思っております。最後までどうぞよろしくお願いいたします。それではトルコの方の説明の方に入りたいと思います。まず世界地図の方から位置の確認をします。トルコの方ですけども、こちらの緑の位置になります。参加者が100人から299人ということで、オリンピックの参加が多い国かなということになります。東西に広い国ですね。で、選手の方なんですけど、これもですね、多くてですね、オリンピック見ていただいた方はトルコの選手は多いかなと感じてるかもしれません。陸上、ボクシング、セーリング、射撃、本当にいろんな競技に出てるなという印象です。髭を生やしている方が多いなと、男子が印象ですね。で、男子の方が出場人数は多かった。ずっとスクロールしてる感じになっちゃいますけども。はい。まだまだ続きますね。スクロールですね。本当にさらっとすいません。頑張っていただきたいと思います。それでは、トルコ共和国についての説明をします。トルコ共和国ですけども、首都がアンカラになりますね。イスタンブールっていうとこもあるんですけども、これは都市になります。人口の方ですけども、だいたい7800万人ほどであります。2015年の統計ですけど、ここも若い方が多いというか、割とインフレが高いので、人口的には増えているエリアじゃないかなと思います。面積の方は日本の約2倍ということですね。やはり建築物が素晴らしい。カッパドキアとかトロイ遺跡とかで、背景でも今日あったかな、マヤソフィアって神殿ですね。有名だと思います。歴史はご存知かな？オスマントルコっていうのが長く帝国として有名な帝国だったと思います。1960年から何回かクーデターがあって政治不安があったりしていました。1999年に EU に加盟して EU の中でスタートしたという形にはなっています。次に経済成長率を見ていきたいと思います。毎度ですけど日本と比較させてもらってます。経済成長率が1980年から2019年の40年間の推移になります。1994年にマイナス 5% ほど落ちました。また99年に 3% 落として2001年にマイナス 5% 落として、リーマンショックの時も2009年 5% ぐらい落ちてるのが何度かあるんですけど、上がってる時も激しいので、上がったり下がったりという激しい経済成長を遂げている国です。やっぱり日本とグラフ比較するとすごいわかりやすいかなと思いますね。それだけ日本が
ずっと停滞してるってことがね、世界と比較するとよくわかるかなと思うんですね。はい。では、株価指数の方ね、行きたいと思います。こちらの方が、イスタンブール100というトルコの株価指数ですね。イスタンブール100ですので、トルコの国上位株式の100銘柄を集めたものだと思います。2000年から2021年まで20年の推移を見ると、先ほどのGDP の経済成長率と株価がね、連動している形ですが、基本的には右肩上がりでリーマンショックへ落としているところもあります。2021年、過去最高齢という形になっているかと思います。それでは今回トルコリラについての説します。貨幣って連動してまして、トルコリラについての実は政策金利っていうのが高いんですね。そのトルコリラを買ってる人にとっては逆に不利に働くんですね。その財政赤字が多くて、で、外国からその資金を移していると。先進国の金融政策とか、すごく変動するチャートを見た方がわかりやすいですね。2017年から2021年までのトルコリラが落ちている。その後紹介するドル建てに関してもすごく影響があります。それでは iShares の方のドル建ての銘柄について紹介します。iShares トルコ ETF になりますね。ティッカーコードが TUR になります。先にクリック証券の方のね、概要の方に行きます。クリック証券の方では、こちらですね、トルコ株価指数 ETF になります。今、1ロットが244円で安いです。取引時間はアメリカドル建てですので、22時30分から翌5時ということになります。レバレッジの方が株価指数 ETF は10倍ですので、トルコは1ロット244円ですので、1ロット244円入れると、2440円の値動きをするということになります。それでは実際のドル建てのチャートをね、見ていただきたいと思います。TUR トルコ株価指数 ETF の日足になります。期間の方、2019年からこの値動き見てください。行ったり来たりしてます。先ほど、これを見て、イスタンブールの、株価指数の見ていただくと、これトルコリラでの右肩上がり。で、こちら、トルコのドル建ての ETF。全然チャートが違うと思うんですね。それだけトルコリラがすごく影響してると思うんですね。2021年の、ここがですね、最高値が2月19日、トルコリラの下落とともに、株価もずっと下落していきまして、ちょっと書いてあるの見えますかね。売り規制って書いてあって、確かね、7月初旬ですけども、GMO クリック証券の方で、あまりにも売りが多くて、規制がかかってしまったんですよ。下がってずっと下がっちゃったので、特にここかな、3月の19日ですね。1日でね、10% 以上落とした日があったんですよ。持ってた人はもうこれみんな損切りされてるんじゃないかな。激しい動きがありました。8月になって上がってはいるんですけども、チャートの方が少しだけ修正しますか。上限ラインを少しだけ。これ多分1ヶ月前ぐらいからチャート変えてないですね、僕線を。はい。下落目線がこれちょっと上がってきたので、少しこの下限チャンネルもちょっと移動しますね。これくらいにしますね。そうですね。下限ラインをちょっとこの辺りにちょっとさせてもらいます。これリスクリワード書いてるんですけど、売りをしようと思って、確か7月の初めに売ろうとしたら売り規制が入っちゃって、売りもできなかったっていう状態。で、今多分売り規制は解除されて、売りもできると思うんですけど、難しいです。ここは。まだ下がるかもしれないし、今ちょうど4月から見ると下がってきて上がってきて、今のちょっとトルコの動きというかは、まだ様子見かなと思うんですね。ということで、トルコの ETF についての説明でした。今日はこんなところで終わりたいなと思います。どうもありがとうございました。